登場人物エピソード後編。どうする家康に学ぶ日本史。戦国武将の中でも井伊直政の美貌、美しさは傑出していたようである。15歳になった直政は鷹狩りに向かう徳川家康を道端で待った。直政は由緒ある井伊家の再興のために当時台頭してきた家康に仕えようと考えたのである。男色にはあまり興味のなかった家康さえも直政のあまりの美しさに思わず立ち止まって声をかけたという。直政の元服は22歳の頃だったと言われることから、やはり家康に唯一愛された男性が井伊直政だったのかもしれない。小早川秀秋は関ヶ原の合戦の前に西軍を裏切って家康と密約を交わしたという噂が広まった。そのため大谷義継は秀秋に面会して起請文を書かせ、西軍を裏切らないことを誓わせた。ところが秀秋は合戦が始まるとすぐに裏切って義継の側面を攻撃。そのため西軍は総崩れとなり東軍が勝利した。戦後に秀秋は家康から関ヶ原での功績によって備前美作51万石に加増されている。だが小早川秀秋はやがて酒に溺れ2年後に22歳の若さで急死する。そのため秀秋は大谷義継の亡霊に取りつかれて狂い死にしたと世間では噂された。石田三成は関ヶ原の戦いで敗れると再起を図ろうと大阪城を目指した。しかし井の口で捕らえられた三成は小早川秀秋の姿を見つけると、二股公約とはお前のことだと罵った。小心者の秀秋は恐れ入って口も聞けなかったという。家康の好意で礼服を与えられた三成は、これは誰からの品かと兵士に問うた。兵士は上様からですと答えた。三成が上様とは誰のことかと再び聞き返したので、兵士は内府家康様ですと答えた。すると三成は徳川殿ではない、上様とは秀頼様より他にはないはずだと返した。石田三成は秀吉の恩を忘れず最後まで忠義を貫き秀頼を守り通そうとしたのである。徳川秀忠は大阪冬の陣で関東から兵を進めたが、家康が先に京へ着陣してしまった。家康はまだ秀忠が到着していないことを知ると急に不機嫌となった。このことを道中で使い番から聞き知った秀忠は慌ててわずかの共回りだけで都に急いだ。関ヶ原の合戦で治産したトラウマが秀忠をせき立てたのである。息せき切って駆けつけた秀忠を見た家康は一層不機嫌となった。そして家康は天下の将軍とも思われぬ不心得と叱責した。続けて家康は秀忠に多少遅れたとしても
兵士を無駄に疲れさせぬために悠々と軍を進めるのが将軍というものだと教えたという。家康は実践を通じて徐々に秀忠に将軍学を享受していったのである。真田信繁は九度山から大阪城に招聘された際、監視していた村人に酒宴で酔わせ、寝ている間に脱出したと言われてきた。しかし長年世話になった村人に脱出すれば迷惑がかかることを信繁は悩んでいたという。そのため真田信繁はまだ暗い夜明け前、誰にも気づかれずに九度山を離れたというのが真実のようである。豊臣秀頼の父親については現在でもさまざまな説が唱えられている。秀吉は140センチほどの小男だったのに対して、秀頼は180センチを超える当時では長身の凛々しい青年である。しかも猿やハゲネズミとあだ名された秀吉には似つかぬ秀頼はイケメンだったと言われている。父親候補としては歌舞伎役者の名古屋三三郎や石田三成、あるいは側近の大野春長の名前が挙がっているが、真実は茶々のみが知るである。茶々は実の父親浅井長政を叔父の織田信長に小谷城を攻められて殺されている。さらに実の母親お市の方を豊臣秀吉に北の少女を攻められて殺された。そして茶々は豊臣秀頼と共に最後は自らも徳川家康に大阪城を攻められ自害する。戦国時代においても3度も炎に包まれ、最後には戦火に散った女性は茶々だけであろう。徳川家康は倹約家、いわゆるケチで有名だが、それにまつわるエピソードが数多く残されている。家康は着物はほとんど新調せず、ボロボロになるまで着ていた。とすれば、家康がきれいな着物を着ているドラマは嘘ということになる。また家康は洗濯の回数を減らすため、汚れが目立たない浅黄色のふんどしを好んでつけていた。女中の食費がかさむのが気になり、おかわりをさせないように漬物の味をものすごく塩辛くした。手洗いのための懐紙が風で飛ばされた際、新しい懐紙を出さず、飛ばされた懐紙を取りに行き家臣に笑われる。するとこれに対し徳川家康は、わしはこれで天下を取ったのだと言ったという。最後にイメージの崩れるエピソードを紹介したとすればお詫び申し上げる。1年間のご視聴誠にありがとうございました。